皆さん、こんにちは。デーモン少女 V、原立さとみです。動画をいつも見てくれてる皆さん、この動画を見ている皆さん、ありがとうございます。チャンネル登録してくれた皆さん、ありがとうございます。チャンネル登録者数が増えて、さとみにとっても嬉しいよ。今日はね、20センチクラスの反射望遠鏡を3つ比較していきたいと思うよ。一つは、ビクセンの VC200L と、高橋のミューロン210と、セルストロンの C8 だよ。撮影した天体は M45 と M42。撮影した場所は筑波山。赤道儀はスカイウォッチャーの EQ6 だよ。カメラはキヤノン EOS6D を使ってるよ。じゃあまず VC200L の M45 を出します。とても綺麗に撮れてるね。参考線まで綺麗に写ってるね。これが ISO800 で5分録音しています。さすがピクセルの広角系、優秀だね。次、ニューロンの10の M45 を出すよ。はい。なんか、製造はすごい閉まってるんだけど、参考星雲の描出がちょっと弱いっていう感じがするよね。これも ISO800 で5分録音してるよ。同じ条件だよ。はい、次、C8 の M45 出すよ。C8 だけは、なぜか、EQ6 赤道儀と接続できなかったから、自動追尾できなかったのね。だからこれは、録音時間が長いと製造が流れちゃうから、ISO を2万に上げて、1、2秒ぐらいの録音で撮ってるよ。参考星雲、ちょっとだけ映ってるね。まあ、製造は、まあ、そこそこシャープだけど、まあ、ミューロンほどじゃないみたいな感じかなって思ったよ。じゃあ、これ下ろしますね。次、M42 いきます。VC200L の M42 です。はい、これです。これは ISO800 で1分録音してるよ。中の中心部まで綺麗に描出されて、参考線の広がりも綺麗に捉えてるね。ちょっと画質を落としたから見づらくなっちゃってるかもしれないけど、まあまあ綺麗に捉えたかなって思うよ。次、ユーロ210いきます。画像大きいよ。はい。ユーロ210の M42 です。なんかちょっとこう、ギラついちゃってるみたいな感じがする。シャープな分ギラついちゃうのかな。なんだろうね。で、参考線の描出は VC200L に比べるとやや弱いのかなっていう印象を受けるね。ただ中心部の細かい構造の描出は一番シャープかもしれないね。はい、下ろします。次に C8 の M42 を出すよ。はい、こんな感じです。結構シャープに撮れたね。これも長い時間録音すると製造が流れちゃうから、ISO2万で1、2秒、1秒
くらいの露光で撮ってるよ。割と中心部の構造まで捉えていて、参考星雲の広がりもニューロン210よりかは広めに映ってるよね。だから、里見が思うに、C8 は VC200L とニューロン210のちょうど中間ぐらいの像なんじゃないかなって思ったよ。じゃあ、下ろしますよ。で、今回は、3つの鏡頭の比較っていうことでやったんだけど、C8 の時に EQ6 適当儀がつながらなかったから、厳密に3つを比較するというところまでは出なかったね。ただ今回思ったのは、ニューロン210がとてもシャープだけども参考星雲にちょっと弱いのかなっていうのと、ビクセルの VC200L が参考星雲の描出が結構得意ってことが分かったよ。それから C8 はその間くらい置いてるのかなっていう感じだね。赤道儀を EQ6 からビクセルの SXT2 あたりに変えて、もう一回平等な条件で第2回反射鏡頭比較をやってもいいかなって思ったよ。皆さんどう思ったかな？ビクセル、高橋、テレストロンのそれぞれの鏡頭の特徴がよく出たと思うよ。もし皆さんが何か鏡頭を選ぶときにどんなのを見たり撮影したりしたいのか、里見の動画が参考になるといいなーって思うよ。じゃあ三反射鏡頭の動画はここまででした。まだ7分半くらいだけど、ちょっとね、2点台ぐらい撮るのがね、精一杯だったんだよね。さっきも言ったけど、EQ6 赤道儀が結構気まぐれで、動いたり動かなかったりしたりとか、導入精度が悪かったりとか、だからね、ちょっと手間取っちゃったんだよね。今度、第2回やるときは、赤道儀を変えるから、ピクセルの SXT2 に変えるんで、もっと正確な比較画像が出ると思うよ。じゃあ、里見でした。里見も今回とても勉強になったよ。じゃあまた動画見てくださいね。今日はここまでにします。バイバイ。里見でした。